皆さんこんにちは。殻を破って自分らしく、鶴の殻破りチェルマクです。前回はこれだからアメリカ生活やめらんねえのよと題して僕がアメリカが大好きな理由をお伝えしたんですけれども、今日はその逆、ざけんなアメリカもう無理ゲーと題してアメリカの闇の部分、負の部分をお伝えしていこうと思います。でね、僕はアメリカに来た当初、その住みやすさからこんないい国あると思っていたんだよね。実は前回の動画を見ると僕のアメリカに対する愛というものを感じていただけると思うんだけど、でも渡米19年目に入ってアメリカの嫌な部分もだんだんと見えてきて、それになんかこうアメリカの負の部分を見ているうちに気持ちがこうつっかえるような感覚になってきて、無視できない状態になってる。僕とアメリカとの関係、今はこんな感じだけど、なんか恋人との関係に似てる気がする。最近はアメリカに対してもういいかなと思い始めてもいます。時々あーと叫びたくなる時もあります。じゃあなんでアメリカに住んでんのまだって言われそうですけど、アメリカは自分自身を世界の中心、世界の警察とか思ってるけど、全然そんなことはなくって、皆さんもご存知だろうけど、僕は世界にはアメリカよりももっといい国がいっぱいあると思って、もっとコストが安くて安全な場所がいっぱいある。この動画を見たら皆さんもアメリカやばいね、違う国にしようかと思ってしまうかもしれません。それだけこの国は本当に病んでます。果たして僕がアメリカをまた好きになることはあるのかということで、鶴の殻破り、それでは行ってみましょう。ざけんなアメリカもう無理ゲー。最初はいつも危険がつきまとうから無理ゲー。60年代70年代に比べると多少改善してきているとはいえ、まだまだ犯罪大国のアメリカです。皆さんもニュースなどで見ていると思うけど、毎日のように凶悪な強盗殺人が起きてるんだよね。国自体が大きいからこのような凶悪犯罪が起きてもほとんどのアメリカ人はあんまり気にしてないっていうのが個人的にはやばいと思ってるんだけどね。特に中西部のシカゴやデトロイトの郊外では毎日のように殺人事件が起きてる。ギャングによる。これはマジやばい。僕は幸いそういう危険な目に遭ったことは今までないんだけど、夜にコンビニみたいなストアにパジャマ姿で行くなんてことは絶対ありえない。大きな街の中には必ずと言っていいほど危険な街のエリアがあって、そこには近づかないようにしてる。いつもこの襲われるかもしれないっていう危機感を持ちながら生活しているのはすごいストレス。最近はホームレスの人も増えてきてて、薬の影響で頭がおかしい人が街中にたむろしてるんだよね。こういう人は何をするか想像ができないから怖いんだよね。本当はアメリカが国としてちゃんと対策をとって、こういうホームレスの人たちを社会復帰させるようにしていかないといけないんだけどね。はい、続いてのざけんなアメリカもう無理ゲーは、資本主義の限界、金持ちが支配する国の貧富の差が無理ゲー。そう、アメリカは金持ちが貧乏をこき使う国。僕はこの金持ちが態度でかくて周囲が
その人たちを偉いみたいな感じで見てる風潮がもう大嫌いなんだよね。ビル・ゲイツとかジェフ・ベゾスとか見るともうぶん殴りたくなる。日本の道徳の教科書をこいつらに見せてやりたい。マジで人を使って偶然金持ちになっただけなのに、俺がお前らの面倒を見てやってる感を出してて、何なのこいつらって感じ。ビル・ゲイツとか自分の名前のついた財団を設立して、いかにも慈善事業にお金を使ってます風だけど、実際は売名行為のプロジェクトしかお金をかけてない。そして地元シアトルのホームレス無視して、湖のほとりに無駄にでかい豪邸を建てて住んでるし、少しは周りのことを思って生きてみたらと思う。人間が汚いとしか言いようがない。またアマゾンの社員を安月給でこき使って税金も払わないジェフ・ベゾスとか、もうクソアマゾン大嫌いです。もう資本主義の限界なんですよね。金持ちがもっと金持ちになって貧乏人がそこから抜け出せないような世界になっちゃってる。アメリカンドリームなんてもうとっくに終わっちゃってて、どんどん庶民には住みづらい国になってます。たった 1% の裕福層が資本主義に物を言わせて政治家を操ってこのアメリカを牛耳ってるんだけどね。中南米から来ている出稼ぎ労働者はその点一生懸命働いてる。でも賃金が低いのでいつまでたっても貧乏。アメリカ人とは雲泥の差だよね。この貧富の差は日本ではなかなかお目にかかれない事実で、アメリカでは労働組合はほとんど淘汰されてて、会社第一の社会みたいになってる。会社の言うことは絶対みたいな。これはちょっと日本と似てるかもしれないけど、一旦景気が悪くなると従業員を速攻で解雇し始める。会社第一の社会。楽といえば楽かもしれない。解雇されるという恐怖がアメリカ人の根底にあって、恐怖というものが起こさせているという、なんとも恐ろしい社会なんだよね。このコロナの影響で資本主義が終わるなんて言われてますけれども、本当に終わってくれたら嬉しいなと思います。次のざけんなアメリカもう無理系は、日本の生活習慣を手に入れることが難しいから無理ゲー。アメリカに住んでいて着るもの食べるものはなんとかなるんですよね。衣類は日本に帰った時に買ったり、こっちには日本のスーパーもあるので日本の食材や雑貨も買えます。でもね、住宅環境はまだまだアメリカ式で行くしかありません。アメリカにユニットバスなんてないし、追い焚きができるお風呂なんてアメリカにはまずないでしょうね。そう、お風呂に入る習慣のないアメリカではお風呂が浅すぎて入った気がしません。お湯が冷めてきたらお湯を追加するしかありません。僕が一番日本を恋しくなる理由、それはこのお風呂なんですよね、実は。はい、動画の途中ですがご視聴ありがとうございます。いいねボタンとチャンネル登録のボタンのクリックをよろしくお願いします。励みになります。それでは動画の続きをどうぞ。はい、ざけんなアメリカもう無理ゲー。4つ目は物価の高さとチップ制度がもう無理ゲー。僕の個人的感覚ですが、お肉類とお酒、そして公共料金を抜かして料金は日本と同じかそれより高い気がします。そして特に高いなと感じるのは医療、薬、外食などでしょうか。最近本格的な日本料理もアメリカにできてきてすごい嬉しいのですが、その料金がべらぼうに高い。気軽に日本食をなんて気にはなりません。普通のラーメン1杯1200円とかします。そこに餃子を加えたらもう2000円。ありえないです。しかもそこに住んでいる州にもよりますが 10% の消費税、そこに 20% のチップを上乗せしなければならなくて、もう合計金額は3000円とかになります。ありえません。はっきり言って食べる気が失せます。アメリカでは自炊が基本です。そうそう外食できるものではありません。って言ってもアメリカ人はガンガン外食してるんですよね。不思議だ。制度を有しているんだけれども、それを受けるためには高額な医療費を覚悟しないといけません。保険が適用されたとしても、その高額な医療費にいつも驚かされます。人づてですが、薬の金額もすごい高いらしいです。やはり自己管理が大事ということになってきます。そうなんです。ここアメリカでは
いくらいい給料をもらってもこの物価の高さとチップ制度で生活水準はそんなに上がった気がしません。まだまだあります。ざけんなアメリカ、もう無理ゲー。次は邪悪な宗教と組織にもう無理ゲー。ほとんど宗教に執着心がない日本人ですけれども、こっちの人は違います。こっちには敬虔なクリスチャンやカトリック信者がいっぱいいて、毎週日曜日には教会のミサに参加しています。僕は宗教自体は悪いことではないと思ってるし、それはいいのですが、その団体の中にちょっと厄介な悪い宗教が入っていて、それがアメリカに悪い影響を及ぼしています。ここではあえて名前は伏せますけれども、明らかに収益目当ての宗教団体が数多く存在しています。人を洗脳してお金を巻き上げる種のものです。またその団体から多くのお金を得て成り立っているテレビ局や政治家たちがいたり、人種差別や白人至上主義、ゲイバッシングや中絶反対などは主にこういう団体が活動の中心になっています。僕は宗教自体がダメと言ってるわけではなくて、それを広めようと他人の生活に踏み込み、自分たちの価値観を押し付けようとしてくる団体が許せないのです。例えば中絶するのはちゃんとした理由があるからで、自分の体は自分の責任、個人の権利、たとえ生まれる前の生命を絶つことになっても、それを他人や国が禁止すべきではないと僕は思っています。洗脳されている人たちは何をやっても自分たちが正しいと思っているので厄介です。はい、まだまだいきますよ。ざけんなアメリカ、もう無理ゲー。次はアメリカは銃社会というのが無理ゲー。これは皆さんご存知だと思いますが、アメリカやばいです。みんな銃を持ってます。本当です。ここ10年ぐらい銃による大量殺人が増えていますよね。それは皆さんニュースで見て知っていると思います。本当に緊急非常事態です。またかと、そのニュース自体にそんなに驚かなくなっているということがやばいです。普段はあまり見る機会がないんですけれども、ほとんどの家庭には銃が存在していると言われています。ちなみに僕は持ってないですけれども、以前銃の撃ちっぱなし場に銃を撃ちに行ったことがあります。ゴルフ練習場の銃バージョンといったところで室内で銃を撃ちます。ヘッドフォンをして本物の銃を手にした時は本当に怖かったし、汗をかいたのを覚えています。そしてバンという爆音とともに人の形をした的をめがけて飛んでいく銃弾と、そこに穴を開けた破壊力、そしてその銃は人を殺すためだけに開発されたという事実、全てに驚愕し震えました。これがアメリカで毎日のように起こっているのかと。アメリカ人は自己防衛のために銃を所持していると言っていますが、実際研究によると自己防衛で使用するはずの銃が結果的に家族を傷つけてしまっている確率の方が高いという研究結果があります。それは本当に悲しいことです。アメリカの銃社会は今に始まったことではなく、アメリカの建国開拓にすごく関わっていると言われてます。だからそれを覆すのはすごい難しいと言われています。大きな銃協会がアメリカ銃社会を牛耳っており、豊富な資金に物を言わせ、政治家と組んで銃社会をアメリカ中に広めています。僕はアメリカ人の友達に銃規制すればいいじゃんって聞いても、答えはいつも同じ。それは無理ゲーだよ。暗い話が続きます。ざけんなアメリカ、もう無理ゲー。次は保険制度がもう無理ゲー。日本やほとんどの国では国が提供する国民皆保険というものが存在していますが、アメリカにはそれがありません。すべて自己責任。何らかの理由で病院で治療が必要で保険を所持していなければ莫大な治療費を請求されます。オバマケアというものもありますが、これも
自分で申請して加入するもの。前にも触れましたが、これも実は高額で人々の生活を圧迫しています。アメリカには病気でも保険に入っていないため、病院で診察してもらえない人がたくさんいます。サクサクいきましょう。ざけんなアメリカ、もう無理ゲー。次はアメリカのいい加減さがもう無理ゲー。時間もいい加減、役所もいい加減、会社もいい加減、公共交通機関もいい加減。日本から来ると本当に大丈夫って感じで、そのいい加減さに呆れます。しかも結構重要なことさえもいい加減。時間が来ても始まらない会議、分量がいい加減なスーパーのお肉コーナー、スケジュール通り来ない公共交通機関、人によって答えが異なる役所の人など、挙げればキリがありません。まあね、そのいい加減さがいいんじゃんっていう人もいますが、そしてやっと最後までたどり着きました。最後のざけんなアメリカもう無理ゲーは、車社会と公共交通機関の貧弱さがもう無理ゲー。ぶっちゃけ車がないとアメリカでは生きていけません。ニューヨークやシカゴなどの大都市は車がなくても生活できますが、その他の都市は車がないと生活の質がガクンと落ちます。どこへ行くにも車が必要。まあ今は Uber やカーシェアリングシステムなどのサービスもありますけれども、気軽にちょっと買い物車でっていうのがアメリカです。僕は個人的に車の運転が大嫌いなので運転はあまりしないようにしてるんですけれども、それでも運転しないといけない場所があるので、しかもこっちは運転の荒い人が多い。もう危険で危ないです。僕の住む北西部のポートランドという町は全米でも指折りの交通機関が発達した町と言われているんですけれども、それでも日本のそれと比べたらもう雲泥の差です。路面電車が街を走っているだけ、郊外に出て初めて専用線路を走るという何ともお粗末なものです。それでもアメリカに住んでる僕って何なんでしょう。頭悪い。ぶっちゃけ老後は他の国に移住しようかななんて思ってもいます。ということで、ざけんなアメリカもう無理ゲーどうだった？僕がアメリカはもう無理と思う理由分かっていただけたでしょうか？アメリカの闇の部分本当にやばいです。でもね、未だにアメリカに移住してくる人が後を絶ちません。みんなやはりアメリカンドリームを求めてきてるんですよね。でもこのご時世、そのアメリカンドリームをつかむのはほとんど無理に等しいです。ほとんどの人は結構しんどい生活を強いられてます。アメリカ人でさえも老後は海外でとアメリカを脱出する人も多くなってきました。この世界の大国、今後どうなっていくんでしょうか？まだ見ていない人はね、前回のこれだからアメリカ生活やめらんねえのよを一緒に見てもらって、僕がアメリカのことをどう思っているのか理解してもらうのもいいと思います。それでは今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ちょっとでもためになった、面白かったと思う方はいいねボタンとチャンネル登録のボタンのクリックをよろしくお願いします。とても励みになります。それでは次回お会いしましょう。鶴の殻破りチェルマクでした。